皆さんこんにちは、小垣子です。今日はこの長方形1枚から作れるとっても簡単でシンプルなセーターの作り方をご紹介していきたいと思います。材料はこちらになります。今回使っていく毛糸はこの間ちょっと失敗作を編んだのでそれをほどいたこの毛糸になります。確かこちらの毛糸、帯には 4.5mm のかぎ針を使うといいよと書いてあったんですけれども、私はこの毛糸ふんわりめに編んでいきたいなと思うので、それよりはちょっと太く 5.5mm 9号のかぎ針で編んでいこうと思います。皆さんはお好きな毛糸、またそれに合わせたかぎ針、もしくはもうちょっと太めのかぎ針を選んで編んでいっていただけたらと思います。で、編み始める前なので、どれぐらい使ったかはまだわからないんですけれども、終わった後、文字で足しておきたいと思います。そして、あと必要なものは、ハサミ、とじ針、ステッチマーカー、そしてメジャーになります。今回私はこちらのような四角を編んでいこうと思います。横の長さが130センチ、縦の長さが70センチの長方形を横方向に編んでいこうと思います。で、ご覧の通りデザインがとてもシンプルなので、ゲージは必ず取らなきゃいけないっていうものではないかなと思います。だいたいこのぐらいの大きさって感じで仕上げてもいいやという方は、ゲージスキップしてもらっても大丈夫かなと思います。私は今回念のために一応ゲージを取ったんですけれども、ゲージというのはその作品を編んでいこうとしている毛糸で、その毛糸を編んでいこうとしているサイズのかぎ針で、編んでいこうとしている編み方。今回私は毛糸がほわほわしてとても可愛らしいので、編み方はシンプルに長編みで編んでいこうと思います。なので長編みで、15センチから20センチぐらいの四角を試し編みします。そしてその四角の中の10センチ ×10 センチに何目何段入っているかを数えて、必要な目の数、段の数を出していくというやり方です。今回私の場合、目の数は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。目の数は13目。で、段の数ですね。段の数の方は、ちょっとここが中途半端なんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、8段ちょっと、8.5 段分ぐらい必要だなというのがわかります。今回この作品で必要なのは、この段の数より横の目の数ですね。何目でスタートしたらいいかなんですけれども、私は10センチの中に13目入っています。ちょっと13同士で分かりにくいんですけれども、まず最初、編みたい長さ割る10をします。なので、130割る10をすると、13が出てきます。というのは、10センチは、ごめんなさい。130センチは、10センチを13回編み入れる必要があるなというのがわかります。そしたら私は10センチの中、ゲージで取った方ですね。13目入ります。で、130センチっていうのは10センチが13回なので、かける13をします。そうしたら答えは169というのが出てきます。そしたら私は130センチを編むのにだいたい169目編めばいいなということがわかります。では編んでいきましょう。編み方の説明はこちらの毛糸だとちょっとほわほわして見えにくいかなと思うので、こちらの毛糸で説明していきたいと思います。先ほども少し申し上げましたけれども、今回は、長編みを編んでいこうと思います。まず1段目は、私は鎖編みと長編みを一緒に編んでいくという立ち上がりで始めたいと思います。鎖編みをまず編んでから長編みを編み戻ってくるという方がお好きな方はそちらで始めていただいても問題はありません。では編んでいきましょう。まず作り目をします。そしたら鎖を3目編みます。1、2、3と編んだら、ここから鎖と長編みを編みたいので、針に糸をかけてから
一番初めの鎖編みの片山と裏山を拾います。そして糸をかけて持ってきます。で、この時持ってくる糸はちょっと長めに引っ張っておいてください。そして針に糸をかけて左1本を引き抜きます。続いて長編みを編みたいので、糸をかけて2本引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。これで一番初めの鎖と長編みができました。最初の立ち上がりの役割をするこの一番初めに編んだ鎖編みですね。これは目の数とは数えずに編んでいきたいと思います。なのでこれが1番目の目。つまり次の段の一番最後の目になるので、ここでステッチマーカーを入れておきたいと思います。続いて次の目を編んでいきたいと思います。針に糸をかけてから、この左側の縦のラインですね。ここに針を入れてもらうと、後ろ側にも同じような目があると思います。そしたらその同じような目も拾って2本拾うようにしてください。そして糸をかけて持ってくるんですけど、持ってくる糸は長めにしておいてください。そしてまず左1本を引き抜く。続いて2本、2本。これで2番目の目が完成です。もう一回言っておきましょうか。針に糸をかけます。この左端のラインに針を入れて、後ろ側にある目も拾います。そして糸を持ってきて長めにしておきます。で、まずは1本。続いて2本、2本。こんな感じでこの2番目と3番目のこの編み方ですね。をずーっと繰り返して、130センチ分なので私の場合は169目ですね。編んでいきたいと思います。で、ゲージを取っていない方は、最初130センチ分編んでいこう、編んでいったらいいかなと思うんですけれども、私の場合はこの最初の鎖と長編みを編むという編み方で編んで2段目から長編みで編み戻ってくると、この1段目の長さより2段目以降、長くなる傾向があります。ちょっと他の方と話したことがないのでわかんないんですけれども、多分1段目よりは2段目、3段目は、長さが広がるかと思うので、1段目はもし130センチにするのであれば、それよりは若干短く編まれた方がいいんじゃないかなと思います。続いて2段目です。2段目以降は単純に長編みなんですけれども、長編みの立ち上がり、私は鎖3目ではなくって、細編みを上に重ねたような感じで編んでいこうと思います。まず作品をひっくり返してから、立ち上がりの鎖などはせずに、一番初めの目、根元の目ですね。こちらに針を入れて、細編みをします。糸を持ってきて、2本引き抜く。そうすると、まず、カタカナのハみたいな感じの糸が見えると思います。そしたら次、このハの字の左側の1本に針を入れて、糸をかけて持ってきます。そして、また引き抜きます。これを立ち上がりの長編み1本分と数えたいと思います。なので、つまりこれが次の段の一番最後の目ということになるので、見失いたくないなという方はここでステッチマーカーを入れておいたらいいかなと思います。あとは普通にずっと長編みですね。糸をかけてから針を入れて持ってくる。2本、2本。これはサンプルなのでもう早速段の終わりになるんですけれども、そしたら段の終わり、ステッチマーカーを入れといたとこですね。ここにも長編みをして長編みをずっと高さですね。が70センチ分になるまで編んでいきたいと思います。70センチ ×130 センチの長方形編み終わりました。この作品には特に表裏はないんですけれども、こちら側を表にしたいなとか希望がある方は今見えている面が表面になるように置いてください。
では、前の部分を閉じて襟ぐりっていうんですかね。頭を出す部分を作っていきたいと思います。まず、上の左右それぞれの角、星印から40センチのところに印をつけます。私の場合はハートマークをつけたいと思います。ちなみに今回は首の空き部分は50センチにしました。そうしたら星印とハートマークをそれぞれ合わせ、そして星印とハートマークの間を縫いつなげます。続いて袖といいますか手を出す部分を作ります。説明をわかりやすくするために一旦作品を四角の状態に戻します。左右それぞれの下の角、赤丸印から上に向かって10センチのところに印をします。私の場合は黄色いひし形です。そして黄色いひし形から36センチ開けたところにまた黄色いひし形のマークをします。この36センチが手の空き部分になります。そしてその黄色いひし形からさらに10センチのところに赤丸をつけます。そうしたら赤丸から上の角まではだいたい14センチぐらい残ると思います。続いて左右それぞれの赤丸とひし形を合わせ、それぞれ黒と白のラインを縫い付けたら完成です。そしてそれぞれの線のつなぎ合わせ作業なんですけれども、私は今回シンプルに縫っていこうと思っています。それぞれ長編みの上の部分だったら長編みの上の目を取ってという感じで縫っていくんですけれども、これはもう皆さんのお好み次第で、これを細編みや引き抜き編みでつないでいっていただいても全然構いません。画面には全然入りきれてないんですけれども、セーター無事に完成しました。自分で作っておいてなんですけれども、長方形1枚でも着るものって案外作れるんだなと思いました。はい。編むもの自体はこの長方形だけですし、縫い合わせるところも直線3箇所だけととてもシンプルなので、マフラーとかちょっと編んで、もうちょっと大きいもの作りたいなとかいう方にはもってこいの作品なんじゃないかなと思います。今回私はリブとかも何にもつけない、すごいシンプルなデザインにしたんですけれども、もしお好みであれば、この手のところですとか、この裾のとこですね、にリブをつけてもらってもいいですし、あとなんか前がちょっと寂しいなという方は、なんかなんでしょうね、ボタンをつけていただいても可愛いんじゃないかななんて思っています。はい。もしよろしければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、猫くんが通り過ぎましたけれども。では、ありがとうございました。バイバーイ。やめて。ごめんなさい。バイバーイ。